はい、どうも皆さんこんにちは、プリウスです。日本だともう少しで夏休みという感じだと思いますが、こちらのドイツでも、今は試験期間中、そしてあと1ヶ月ぐらいで、夏休みに入るっていう感じです。今日は、日本から来て、こちらのドイツのミュンスター大学で交換留学をしている日本人の2人に来ていただいています。それでは早速ゲストの2人に登場していただきましょう。ビヨンド君とミヤ君です。どうぞ。どうも来てくれました。じゃあ早速自己紹介をしていただきましょう。じゃあビヨンドから。僕からはい、皆さんこんにちは、大学4年生のビヨンドと申します。東京の国際キリスト教大学っていう大学から、今1年間交換留学に来ています。専攻はビジネスと経済学をやっています。でアカウント名でツイッターとかブログのアカウント名でビヨンドっていう名前で活動させてもらってます。お願いします。普段は僕ユウキって呼んでるんで、この動画でもユウキって言いますかね。お願いします。はい。じゃあもう一人、みやくんです。はい、皆さんこんにちは。みやくんと言います。新潟大学ミュンスターに1年間交換留学として来ている、みやくんと言います。専攻は法学部、法律を専攻してます。法律ね。ただ最近はちょっと違うことやってるんですよね。そうですね。3ヶ月ほど前から、プログラミングを独学で勉強してます。すごいですよね。普段僕は、ゆうやというふうに呼んでるので、今日は、このゆうきとゆうやと、僕プリウスで3人で、留学でのいろいろエピソードを聞いていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、まず早速、2人に聞いていきたいんですけども、彼らは、去年の9月から来てるかな。そうですね。はい。だからもうすぐ1ヶ月、1年間のその留学期間を終えるわけですね。であと1ヶ月ぐらいで、日本に帰るということで、今回は2人に、ドイツに1年間住んでみて印象に残っていること、楽しかったこと、辛かったこといろいろあると思うから、そういうのをちょっと聞いていこうかなと思います。じゃあ今回みやくんから。はい。じゃあ僕の一番印象に残ったことは、こっちで僕の誕生日パーティーをしたことなんですけど、これが自分で主催する誕生日パーティー。自分で誕生日会をしたんですよ。そうみんな友達呼んで自分で誕生日パーティー開いたんですけど、そこで日本酒とか日本酒とか買ってきて、で留学生にもいろいろ作ってもらってきて、ポットラックパーティーみたいな。ポットラックパーティーでかつ日本の文化も紹介するっていう、名称としてはサムライパーティーっていうのをやったんですけど、よかったね。その時本当よかった。マジで。ツイッターのトレンドみたいになってたね。本当に。自分で誕生日会主催するのも最初と思ったけど、そうやっていろんな人に来てもらって、でかつ日本の文化も紹介できる。そういいですね。僕らもすごい不安に思ってるけど、それって結局留学生もみんな一緒で、みんな右も左も分かんない。でそういう状況でパーティーを開くっていうのをすると一気にみんなそこで友達できるし、むしろ自分で企画した方がやっぱあいつそういうキャラなんだみたいな。それはもうパーティー主催するやつは偉いみたいな文化ある。みんな寄ってきてくれるよね。それはいいかもしれない。すごい。結構日本人ってそういうとこあんまないじゃん。ないね。自分でパーティーしますみたいなないから、実際ちょっとこっちに来てそういうスキルを身につけていいかもしれないですね。いい経験だったわ本当に。はい、じゃあ次はビヨンドに聞いていこうと思いますけど、じゃあ今ゆうやがすごいいいことを言ってくれて、実際僕もそう思うんですよ。僕もパーティーをゆうやと一緒に企画した時にめっちゃ感謝されて、その後めっちゃ遊び誘われたり、イタリアとかチェコとかポーランドとかギリシャに家に泊めてもらったりとか、そういうことがあって、やっぱその自分からギブ与えたりするといいことあるなっていうのは世界共通であるんだなと思ったんですけど、もう一個結構僕が思ったのが、やっぱり僕らアジア人じゃないですか。で見た目完全アジア人で、文化もそうだと思うんですけど、やっぱヨーロッパにいるアジア人っていう目線でやっぱここでは見られちゃうなっていうのも同時に僕は感じました。たくさん友達ができた反面、やっぱそういう部分も感じて、特に例えば授業とかスポーツのクラスもそうなんですけど、最初はあんまみんなフレンドリーじゃない、シャイなのかもしれないけどあんま話しかけてくれなくて、逆に授業とかスポーツのクラスで僕は結果出したり、めっちゃ授業でいい発言したり、ちゃんと課題をやってきたりとかすると初めて認められて、だんだん友達になるみたいな。でそれが僕は結構びっくりして、やっぱり自分から信用を作っていかなきゃいけない。向こうからしたら何者か分かんないアジア人だから、そういうのはしなきゃいけないんだなっていうのをそれも同時に感じました。そうね、確かにそうかもね。やっぱ日本人、日本人に限らずやっぱアジア人って確かに西洋の人たちから比べたらもうはるか遠い国のから来た
ね、人たちっていうことで、どういう考え方を持ってるのか、そうんもそもなんか分からない、あっちも分かんないのかもしれない、そうなんだろうね。その差別とかではなくて、本当に得体が知れないじゃないけど、そうそう、なんか下手なことも言えないとか思っちゃってるかもしれないから、なんかまあそういう時はやっぱ自分こちらから言うしかないよね、やっぱこう思ってんだよって言って、そうだね。したらしかないし、やっぱ結果出さないとって感じ。なるほど。まあいや結構じゃあ大変だったという感じ。そう、最初大変でしたね。まあだんだん最後の方は慣れてきて、認められたりとかでもやっぱそう感じるのは確かに嬉しくなるね、最終的にそういうふうに感じられるんだったら。じゃあ次にまあ2人に聞いてみたいのは、ドイツ、それあるあるみたいな、なんかドイツある、いわゆるドイツあるあるをちょっと聞いてみたいなって、なんかありますか？ドイツある。ドイツ語を学習した人あるあるでもいいですか？ドイツ語、いいよ。まあなんか多分ドイツ語ってみんなこうかっこいいみたいなイメージがあると思うんですよ。発音とかね。そう、それでまあよく僕がじゃあドイツ行くってなったら、もうすぐお前ドイツ語喋ったよみたいな。そうあるあるね。言われた時に別になんか全然僕は初心者なんだけど、とりあえずDas ist Kugelschreiberっていう。This is a pen ってことですよね。クーゲルシュライバーかっこよくないですか？クーゲルシュライバーでボールペンって。確かに。どんだけかっこいい言語なんだよ。確かに、なんかドイツ語って何でもかっこよく聞こえるんですよね。そうなんだよ。病院だったらクランケンハウス。オレンジジュースやばくないですか？オランチェンサフト。何でもかっこよく。やばいっていう。確かにありますよ、そういうのね。喋ってるだけで、それだけなのにすごいかっこよく感じるからね。クーゲルシュライバーって言ったらドヤ顔してもいいみたいなありますから。はい、そんな感じです。例えば2人とか今後日本に帰ってもう1年もドイツに住んでるんだから、なんかもうドイツ語で先に出ちゃうみたいなあるじゃないですか。ドイツ語でその通りっていう時はゲナウって言うんですよ。結構みんなドイツ人ってそういうゲナウしょっちゅう言うね。会話の節々言ってる。だから多分日本で帰ってなんかそうそうみたいな言う時にゲナウゲナウみたいな。ぜひ留学帰りの人とかがそういうのを使ってもバカにしないでください。結構あるあるなんでツイートしないでください。あいつ生きってるとか言わないで。抜けてないんで。ゆうやはありますか？僕ですか？ドイツってやっぱじゃがいもってすごく有名じゃないですか。じゃがいも、だいたい学食、僕らもお金ないんで学食よく行くんですよ。で学食行くと必ずポテト系が出ますね。ポメスって言って、フライドポテトかペースト状のポテト。ペースト状のポテトがマッシュポテトか。マッシュポテトがね、なかなか重くて結構腹に毎食あれじゃない？毎食あれ絶対ついてる。もうサイドディッシュとかじゃないぐらい主張激しく芋がついてる。主張激しい。主張激しいね。本当に。形を変えて何かしら芋入ってるんだよ。形を変えて姿を変えて必ずいる。本当に。飲食関連だとよく有名なのが、なんかビールの方が水より安いみたいな言うじゃないですか。実際どうなんかな。なんかお店売店っていうか、なんかスーパーとかだったら、水の方が安い時ももちろんあるんだけど、多分あれだね、レストランとかだと水が結構高いから、それに比べたらビールの方が安いみたいな感じなのかな。普通にこっちの人水代わりに飲むからね。よーって飲まないで喉乾いてるって飲むから。結構なんか飲みやすいビールが多いよね、そのビールスナーとかね。それの一つのはい、そんな感じで、ドイツあるあるを2人に言ってもらったわけですけど、皆さん実際にドイツに来るとまたいろいろこういうことあるなっていうのがありますから、ぜひ実際に来てからまたいろいろ調べてみてください。はい、じゃあ、最後にじゃあ2人から、今後、ドイツへの留学を考えている、ちょっと迷ってるなみたいな人にもうちょっとメッセージをねもらいたいなと思います。じゃあ、ビヨンドからお願いします。僕から、はい。僕は結構普段ツイッターとかブログでも海外来ようみたいな発信をめっちゃしてるんですけど、別に僕日本めっちゃ嫌いとか日本ディスとかじゃなくて、海外に来るっていうことによってもう無数に生き方があるんですよ。海外にも日本の多分みんなには信じられないかもしれないようないろんな生き方があって、価値観もあって、もしかしたらその価値観に来たらあって、俺この生き方いいかなみたいな、そういう価値観を見つけられたらいいんじゃないかなって。全然合わなければ日本に帰ればいいし、その自分のなんか人生の選択肢を広げるっていう意味でぜひ海外に来てみたらいいんじゃないかなって僕は思ってます。はい、頑張ってください。次、宮君お願いします。はい、じゃあ僕から送るのは留学っていう選択肢をものすごくハードルを下げて、ハードル低く留学っていう選択肢を一つに入れてほしいなっていうことです。僕自身もともと法律勉強してるんですけど、この通りプログラミング
こっちに来てこっちで留学生との出会いによってプログラミングに全然もう転校したんですけど、全くこんなことを日本にいた時は思いもしなくて、今留学考えられてる方は結構いろいろ不安だと思うんですよ。なんかこういう計画立ってじゃあ帰ってからこの資格を取ろうとかっていう風な、そういう綿密な計画立てることもいいんですけど、そういう計画って結局日本で経験したことでしか立てられない計画だと思うので、僕はそうだったので、とりあえず留学来てみる、で来ていろいろ経験して、本当にいろんな人と留学生と話して、それからいろ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 感じて見つけて自分の将来にかなり生きてくるんじゃないかなと思います、はい、そういった研究ですね。はい、もう確かにもう2人が共通して言ってるのは、やっぱ一回日本から出てみましょうっていうことだと思います。僕もこれまでいろんな国を見てきたりしましたけど、やっぱ日本にいる時との視点っていうのは全然違うので、日本だけにとどまっちゃうとどうしても外のその国がどうなってるかとか、あるいは日本が客観的にどうなってるのかっていうのは分かんなかったりするから、確かに一回日本から出て海外から日本を改めて見てみるっていう視点も確かに大事だなと思いますね。もしちょっと海外行きたいなとか考えてる人は、とりあえずもう短期間でもいいから一回出てみる、どっかの国を行ってみると、するとまた違った視点が得られると思いますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。はい、じゃあ、さっきも2人、発信をしているというふうに言いましたけども、ビヨンドはツイッターと、ブログですね。で、宮君もツイッターとかツイッターやってます。で、ブログもやってますよね。ブログは一応やってます。2人のそのツイッターとかブログとかをコメント欄にも書きますので、ぜひ、見てみてください。お願いします。いろいろ面白いこと書いてますから、ぜひ、見てみてください。はい、じゃあ今日は2人ありがとうございました。こちらこそ。また日本に戻ってもいろいろ活躍してほしいと思います。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画をお楽しみください。じゃあ皆さんさよなら。さよなら。